前回の水4区。市販のマシンを懐かしのパーツでカスタムし、そこそこの水中速度を手に入れた。そして、今回はオリジナル設計の水4区に挑戦する。電池以外は自由に開発するつもりなので、攻めた具材配置やスクリュー推進など、やれることはたくさんあるのだけど、徐々にアップグレードしたいので、まずはシンプルなマシンから始めてみる。というわけで開発を開始する。まずは具材の配置。電池とモーターは市販ミニ四駆に近い形。ちょっと違うのは、モーターの向きを平置きにして、前面投影面積を少し小さくしている。それとカウンターギアをオミットして、ファイナルギアを直接駆動する方式にした。ちなみにギア比は 5.25 対1。他の具材の配置がギリギリになってしまったけど、まあどうにかなるだろう。ホイールとタイヤは前回の知見を活かして補足した。これらの具材に合わせてシャーシを設計。アンダーカバーとスイッチ。バッテリーカバーを作れば、3D データ完成。ちょっとデザインがシンプルすぎたかも。3D プリンターで召喚。ここからは組み立て。バッテリーカバーをつければ、水中特化型4駆、完成だ。と言いたいところだけど、ここで重大なミスに気がつく。進行方向が逆になってしまった。カウンターギアがないから回転方向が逆になる。ということに気づかなかった。電池の向きを変えようにも、設計がギリギリすぎて入らない。さらにローラーステイも付け忘れている。ので、設計やり直し。3D プリンターで再召喚。再組み立て。これにローラーステイを装着すれば、水中特化型4駆、イエローサブマリン、完成だ。アピールポイントを軽く解説する。1、モーター1。前側に搭載することでフロントの浮き上がりを防止。と言いつつ進行方向を変えたらこうなってしまっただけ。さらに裏側にウェイトを搭載できるようにしたので、フロントの浮き上がりはかなり抑制できるはず。2、車体形状。マシンを横から見ると平行四辺形のような形になっている。前後でダウンフォースを発生させつつ、抵抗を少なくする狙いだけど、これで良いのかわからない。3、フロントステイ。カーボンプレートを吊り下げる方式にした。入水がスムーズになる気がするのだけど、これも効果のほどは不明。4、タイヤ。路面とタイヤの間の水を効率よく排出できるように、タイヤの形状を工夫してみた。しかしこれも効果があるのかわからない。ちなみにマシン重量は 120.12g。ノーマルミニ四駆と同じくらいの重さになった。次はコース。前回同様に最小構成で行ってみる。今回は頑張って風呂場に設置してみた。水を入れれば、テストコース完成。もろもろの都合で前回より若干水深が浅いかも。まずは比較用にゴールデンアックスを走らせてみる。スイッチオン。今回も3周のタイムで比較しよう。あれ？なんか前回より速い気がする。タイムは 8.56 秒。水深の影響か前回より1秒くらい速くなってしまった。まあ今回の条件で比較すれば問題なし。ということでイエローサブマリンのシェイクダウン行ってみよう。スイッチオン。これは、スリップ状態になってしまった。タイヤパターンでなんとかなると思ったけど、なんとかならなかったみたい。間延びするので早送り。タイムは 19.43 秒。直ちに対策せねば。というわけでこちらのグリップの、スポンジ部分を、スライスして、こうじゃ。これでグリップ力が上がるはず。見た目はなかなか良いけど性能はどうだろう。スイッチオン。スポンジタイヤなのにスリップしてしまう。こうなったら、エアロハイマウントローラー。ダウンフォースでどうにかするしかない。有名な博士も言ってたから間違いないはず。ダウンフォースだ。スイッチオン。なんだと？なぜグリップしないんだ？もしかして地上高が低すぎて悪さしている？試しに上げてみるか。
というわけで上下をひっくり返して地上高アップ。気になったことをひたすら試してみるしかない。スイッチオン。ゴー。ダメか。これもうわからんな。あと考えられることとしては、ミニ四駆パーツのスポンジタイヤじゃないとダメとか？とりあえずつけてみた。変わらん気もするけど試してみよう。あれだな。やっぱレストンじゃないとな。スイッチオン。ゴー。マジか。ゾーンに入った。あれ？タイヤ取れてる？けどとりあえず分かったのは、これまでの迷走はタイヤが原因だったってこと。つまり最初の状態でも、レストンスポンジタイヤならちゃんと走るはず。今度は外れないようにタイヤを接着したぞ。スイッチオン。ゴー。よし。ちゃんとグリップしている。しかもかなり速いぞ。タイムは 7.90 秒。ゴールデンアックスのタイムを更新したぞ。そしてこいつはノーマルモーター。つまり、もう一段階速度を上げられる。というわけでライトダッシュモーターを装着。ラベルが透けて見えている。どれほどの速度になるのか期待。スイッチオン。ゴー。おや？グリップはしているっぽいけど、そこまで速くないような。タイムは 8.20 秒。むしろ少し遅くなってしまった。また迷走しそうなので水中速度の検証はここまでとして。コースの手前を高くしてみた。これで簡易的だけど入水の検証ができるぞ。まずはゴールデンアックス行ってみよう。スイッチオン。ゴー。ウィリーしてしまった。と思ったら逆走。逆走だけどとりあえずタイムを残しておこう。タイムは 6.43 秒。次はイエローサブマリン行ってみよう。スイッチオン。これは、明らかに速いぞ。タイムは 4.96 秒。ゴールデンアックスより約3割スピードアップした。今回はオリジナルの水四駆マシンを開発。ノーマルモーターでの水中速度と、入水性能は良い感じだったけど、ライトダッシュで速度を上げることができなかった。今後はその点を改善しつつ、もう少し攻めた設計のマシンを作ろうと思う。それとスポンジの素材によってグリップが全然違ったので、タイヤも色々と試してみたい。おまけ。レストンスポンジタイヤとライトダッシュ、それにウィングを装着すると、やはり前後ダウンフォースのバランスが大事みたい。